はい、今日は MD さん向けにお話ししたいなと思います。私が直接ですね、MD 経験があるわけじゃないんですけど、なんかいろんなブランドさんからいろんなお話聞いてると、なんか大概ですね、困ってるような状況とか陥っちゃって大変になってるケースって似てるなと思うので、なんかちょっと危ない罠みたいなものを3つピックアップしてお伝えしたいなと思います。そういうところ、お話したところを避けていただいて、あと発注勇気持って発注して、売り上げにつながるといいなと思います。はい、じゃあ私がお話しするちょっと危ないなと思う MD さんの3選1つ目がですね、自分のお庭しか見てないタイプで、2つ目がですね、未来が信じきれないタイプで、3つ目がですね、ちょっと生地の見極めができないタイプこの3つかなと思います。でまず1つ目からお話していくんですけど、これ自分の庭しか見てないっていうとすごい失礼なんですが、要は皆さん昨年の売り上げをベースに数字を作っていく方って、特にコンサバなブランドさんって多いかなと思うんですね。もちろんそれご飯食べなきゃいけないので、通常のやり方だとは思うんですが、ここで気をつけなきゃいけないのはですね、もしかすると自分のブランド以外の隣のブランドさん、違うものが、10倍以上売れてる可能性もあるんだけど、それを見過ごしちゃうっていう危険性がありますよね当たり前だろうって感じに思うかもしれないけど、意外とですね、自分のブランドばっかりすごく分析はできてるんだけど、隣のブランド、あとコンペティター、なんかすごいチャンスがあるところをあんまり分析してないケースって結構あります。なのですごい忙しいとは思うんですけど、やっぱりですね、自分の足で行ってみて、お店とかあと EC もそうですけど、感覚的なものも含めて、やっぱりどこら辺が何が売れたかっていうのをリサーチするっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思います。はい。であと2つ目ですね、何だったっけな、未来を信じれないタイプ。これはよくあると思うんですけど、店舗がやり取りする際に、今例えばブラックがすごい売れています、ブラックが欲しいっていうと、MD さんって来期の発注しなきゃいけないのに、今現在の売り上げに引っ張られがちなケースって結構多いんですよ。で来年は例えば黄色が売れるとかブルーが売れるっていう話をデザイナーがするんですけど、それが信じきれないと、やっぱり今現在売れてるカラーで発注を切っちゃうね。なんか気持ちは分かるんですけど、でいざ半年後ですね、他のブランドさんが一斉にブルーとイエローを出した時には、うちのブランドだけそのカラーがない。なぜなら未来を信じきれなくて、もう今現在売れてるものしか目に入ってないからっていうケースは、これはねすごい単純なんですけど、本当によくある場が多いですね。なので、もちろん店舗さんの声を聞くのはすっごい大事だと思うんですけど、そこばっかりで未来が信じられないと、どちらかというと縮小していく傾向にあるような気がしますね。大体打ち出しして、例えば数字がね今回はつかなかったとしても、1回でブランドを認知されたりとか、お客さんをね集められることってそうそう少ないじゃないですか。2回3回やったり2年3年、例えば極端に言うとかけて、例えばあそこでいつも新色すごい綺麗なカラー出してるなとか、柄物をいつも取り扱ってるなとか、あれ売れてるのかなって、業界的にもそう思うし、お客さんにも認知もそんな感じで、じゃあやっぱり行ってみようって買い出すのって最初の初回からじゃないケースの方が多いような気がします。はい。であと3つ目記事選ぶのがちょっとやばい場合、これはですね、よく期中企画とかアクションプランとか差し込みといった企画ってあると思うんですが、そういった場合に記事ってランニングしてるものをピックアップしますよね。でランニングしてる記事で気をつけた方がいいなと思うのは、2タイプランニングがあって、1つはもう本当に大手さんとかがもう常にいっぱい作ってて、売れてるからいっぱい作っててランニングしてるケース。あともう1つはですね、危険な方はなんかトラブルがあってリジェクトされて戻ってきちゃって残ってるケースあとはなんか自社で開発したけど人気がないから残っちゃってるケース、なんかこのケースをちゃんと見極めて、通常ランニングできるな、他の相手にも潰せるなっていう記事を選ぶのがポイントだと思います。
はい、なんかダダダと話しましたけど、要はですね、自社ばっかり見ないで他社も見ながらバランスをとってそれから未来のことも、ある程度信頼関係もあると思うんですけど、自分が数年後本当に長く働こうと思ったらどういうふうにブランドを変えていきたいのかっていう勇気を出すっていうことと、あと3つ目が生地選ぶときは在庫で持っても潰しが効くような生地、クオリティが本当に良いかどうか、生地屋さんになんでそれがどこのランニングなのか聞いてみるっていうことが、ちょっとしたポイントじゃないかなと思います。はい、経験がないのに偉そうに喋って申し訳ないですけど、こういった普通のお話なんか共有するのも大事かなと思いました。はい、では皆さんまた別の動画でバイバイ。アキュージャパン